こんにちは、ジャーネです。今回はベトナム18日間バックパック夫婦旅行についてかかった費用すべてを公開します。最初に総額から話して、その後に詳細を話していこうと思います。夫婦2人18日間の総費用は35万1560円でした。1人当たりにすると17万5780円。さらに1日1人当たりにすると9765円になります。安いと思うか高いと思うかは人それぞれですが、私たちの旅のリアルな数字としてこれから旅をする方の参考になれば嬉しいです。この金額でどんな旅をしてきたかは公開済みのベトナム旅 Vlog をご覧ください。今回ベトナムで訪れたのは開発中の南国リゾートのフーコック島。がっかり遺産とも言われるハロン湾。南国とは思えない山岳風景があるサパ。岩山の絶景をボートで巡るニンビン。そして首都ハノイ。南から北へ横断するルートで旅をしてきました。すでに行ったことのある都市はパスしています。それらも動画にしてありますので、ぜひチェックしてみてください。まずは交通費。往路は成田からホーチミン空港まで、復路はハノイから羽田空港までのオープン上のアナのチケットを約1年前に割引キャンペーンで購入しました。国際線は2名で10万7220円でした。ベトナム国内での移動にはベトジェットエアを利用しました。ホーチミンからフーコック島までは2名で1万610円。フーコック島からハイフォンまでの2名分料金は1万1397円。ベトナム国内線の総額は2名で2万2006円でした。次に現地での移動ですが、ほぼグラブを利用しました。グラブ料金は合計で9521円でした。ハノイかラオカイまでは乗ってみたかった寝台列車が1万8351円でした。サパからハノイへは日中の寝台バスを利用し2665円でした。ハロン湾からハノイへのバスの移動が3571円でした。ラオカイからサパまでのミニバスが655円。現地交通費合計は3万4763円になりました。次にホテル代です。ホーチミンは寝るだけのトランジットホテルの利用で2153円。フーコック島では夜市がある島の中心部のホテル3泊で1万4186円。それから花火が見える南東のホテル3泊が1万8728円。ハロン湾クルーズ前日に寝るだけのホテルが3181円。1泊2日クルーズはアトラクションに含めます。ハノイから寝台列車に乗るまでの駅前のデイユースホテルが1693円。山岳の絶景が見えるサパのホテル3泊が1万513円。サパからハノイへバスで移動し、夜到着したので寝るだけのホテルが2612円。最終宿泊地ハノイ3泊が1万4186円でした。ホテル宿泊費合計は5万8500円になりました。キッチン付きのスタジオタイプのホテルや寝るだけのホテルなどメリハリをつけて宿泊しました。観光アクティビティ費用は大まかな費用だけをピックアップします。まずフーコック島ではディズニーランドとディズニーシーが一緒になったようなビンワンダーフーコック。入場料2名分で9881円。アジア最長のロープウェイで行くサンワールドコントムの入場料2名分が8130円。ハロン湾1泊2日のクルーズ全食事全入場料込み2名で 28,288 円。ハノイ発
任便日帰りツアー2名分で9060円。最終日ハノイで高級マッサージを受けました。2名分で17,857円。その他、入場料数カ所や足マッサージなど数回行っておりますが23,612円でした。観光アクティビティの合計が96,895円になりました。食費は基本ローカル料理中心でした。フォーやバインミーなど歩いて探したお店や Google マップの評価で探したお店に行っていました。相棒はお酒が大好きですが、私がお酒が弱いので飲み歩いていないため比較的食費は安く上がっているかと思います。18日間の食費の合計は30,049円でした。私たちにとってベトナムはやっぱり食の満足度が高い国であると改めて感じました。最後は通信費ですが、利用期間20日間 10GB の eSIM を2枚使用しました。合計2056円。今回訪問した先はハロン湾の海上も含めてどこでも通信状態は良くて、グラブも Google マップも快適に利用できました。はい、ということでベトナム18日間夫婦バックパッカーの旅の総額は35万1560円。1日1人当たり9765円でした。1万円切りましたね。未知の土地での経験と感動を考えれば大満足の旅になりました。またハノイの病院でかかった費用は一旦自己負担で支払いましたが、帰国後全額クレジットカード付帯保険でカバーされたので今回の費用には含めていません。ちなみに治療費は合計で83,012円でした。最後にですが、どこでどんな費用が発生したかはすでに公開しているベトナム旅の Vlog で詳しく紹介しております。興味のある方、これからベトナムの旅行を計画している方にはぜひ他の動画もチェックしてみてくださいね。それでは次の旅でお会いしましょう。じゃあね。